モーブの48分の1スケールカーチス T40N オーホークの仮組みを行います。 T40 ですか？以前アリューシャンタイガーを取り上げましたね。そうそう、マイクロエースのキットで P40E でした。今回はモーブ、あまり聞いたことのないメーカーですけど、とある模型店がオリジナルキットを販売していた時のブランド名。模型店がキットを作って販売していたの？株式会社はアクアソシエーションが販売していたキットかな。ポリパテのモリモリでも有名で、神戸の模型店アクセルワークを営業している会社。谷もサビ天然とか片思いなどもそうね。独特の地域性を感じるネーミングです。いつ頃からオリジナルキットを出していたの？1992年のリピッシュからかな。 BF110G なんかも出してましたね。谷ハブ1とか ME609 とか出していたのね。1996年頃までオリジナルキットを出していたみたい。ということは今や絶版キットとなるわけね。 T40N はアカデミーに金型が写っているみたい。 T40N に関しては今も入手できるわけね。ところで今回このキットを選んだのはどうしてなの？記憶の片隅にあったキットというかメーカー、ヤフオクで見かけて思い出しました。忘れていたわけね。でもかすかに覚えていますよ。リピッシュとか ME609 V2 ですからね。ドイツ試作機キットの先駆けって感じだったわけね。濃いラインナップの中に急に P40、 しかも4種類もバリエーション展開していた。当時は購入したの？買ってませんね。 T40 にそこまで興味がなかったのが理由で、限りある小遣いの使い道に当選しなかった。お値段も高かったのかしら？確か1500円だったような。 T40 以外は高かったのかな。48分の1スケールの新作キットと考えると安いですね。覚えていたのは模型店主に激推しされたからかな。激推し？いつものようにアリーの48分の1コーナーを物色していた時に、興奮気味にこのキットをおすすめされた。小売店舗が販売したキットなので思い入れでもあったのかもね。聞いたこともないメーカーだったけど、中身を見せてもらって美しいオーモールドだったのは覚えています。金型はどこで作ったのかしら？どうやら韓国で作ったみたい。ホビークラフトカナダも金型製作を韓国メーカーに発注していたので、よくあったことなのかな。イタリアの SC は日本の金型メーカーに発注してますしね。当時はよくあったことなのかも。モーブのように模型店がキットを販売するってことは他にもあったの？模型店からメーカーに転生するってことは割とあったみたい。そうなのですね。レーブとか寿やピットロード、造形村とかかな。ガレージキットですが海洋堂もそうですね。キャラクター系が多いですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の P40N なのだ。機種のマーキングがかっこいいですね。では中身を開けていくのだ。ブラウンのランナーが4枚。透明パーツが1枚。デカール。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは1種類。第502飛行隊所属機で1942年アメリカ本土となる。なるほど。部品点数は84点。48分の1スケールの対戦機では普通ですね。ではモーブの48分の1スケール T40N オーホークの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で6パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。この他にもケーキパネルと胴体の内側に貼るパーツがつくのね。ケーキパネルなどは後ほど胴体に接着となる。パイロットはついてませんね。ついてませんが、ある程度のディテールがあるので大丈夫かな。次はエンジンですね。エンジンは液冷エンジンとなるので、見える部分のパーツはありません。今の時点ではエアインテーク口を切り出して終了ね。エアインテーク口は全部で2パーツとなる。2パーツ接着して終了ね。次はプロペラかしら。プロペラは5パーツ構成。3枚プロペラは1枚ずつバラバラとなっている。スピナーに1枚ずつ接着をすることになる。胴体貼り合わせ時にプロペラを挟み込むのね。固定できませんが、後から差し込んだ方が塗装は楽かな。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。まず最初に操縦席内側パーツを接着する。胴体接着前に済ませるのね。それが済んだらケーキパネルとエアインテーク口を挟んで接着する。操縦席は後からでも組み込めるのね。なので先に胴体を接着しても大丈夫そうなのだ。エアインテーク口は先に塗装した方がいいかもね。そうですね。
胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる。深さもあるので墨入れもよく流れそう。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ構成。ふむふむ。主翼の貼り合わせ前に主翼下パーツに試脚庫の隔壁を組み立てる。左右それぞれ3パーツずつね。隔壁を組み込んだら主翼の接着です。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。胴体同様で墨がよく流れそうです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じですね。最後に排気管なのだ。排気管は1つずつ接着する。穴を表現するためのパーツ割りね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは3分割となっているので操縦席の開閉選択ができるかも。説明はないので無理やりすればできないこともない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。キャノピー取り付け前に操縦席内部に取り付けるパーツを組み込む。その他にも翼端灯などでクリアパーツを接着するのね。垂直尾翼にも接着です。それと左主翼仮面にもクリアパーツを接着する。ここで気筒管を取り付けね。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで6パーツ構成。分割されたタイヤと試着の構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ですね。尾輪は1パーツのみとなっている。良きタイミングで胴体に接着する。なるほどね。続いてアクセサリーの取り付け。主翼中方仮面に増装を取り付けね。その他にも胴体にアンテナを取り付ける。最後はカウルフラップの取り付けね。最後に総評なのだ。今回はマーブの48分の1スケール T40N オーホークの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？模型店舗が発売したオリジナルキットだがパーツの合いもモールドも美しく簡単に形となった。パーツ数としてはそこそこありましたけどね。モールドも大モールド、深さもあるので合わせ目で消えた部分の処理で済みそう。逆に気になる点はありましたか？プロペラ軸を固定するには胴体貼り合わせ時に組み込む必要がある。先に組み込むと塗装がめんどくさそうね。組み立て説明書の通りスピナーの後部部分のみを組み込むのであれば塗装への影響も少なそうです。なるほどね。今の目線で見てしまうと操縦席のディテールはもう少しあってもいいかな。マーキングも1種類でしたね。このキットは型式違いマーキング違いで4種類出ている。作りたいマーキングを決め打ちで購入するしかないのだ。なるほどね。今となってはアカデミーから発売されていますのでそちらを購入すれば3種類のマーキングから選べるみたいです。今だとそちらの方が良さそうですね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。